こんにちは。ミカササッカーナビミカサッカー番組 MC の佐野ゆりあです。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗正純一郎さんです。宗正さん、今日もよろしくお願いします。さあ、今年も高校総体のシーズンがやってきました。地区大会を勝ち抜いた県内の高校が5月27日から始まる県大会でトーナメントを戦います。今年は男子32校、女子11校が出場となっています。宗正さん、この大会は学生さんたちにとってはどんな大会になるんですか？インターハイでしょ。だからインターハイと、高校選手権というふうにあるんですけど、2つがこの大きな大会なんですよね、だけどこのインターハイで引退する選手もかなりいるんですね、勉強の関係で、ですから最後の大会ということで、特に3年生は頑張るんじゃないですかね。じゃあ思い入れの強い。強い。もうそうなんですね。私全然いい思い出がないですけど。あ、そうなんですか。何かその当時で覚えてるエピソードありますか？一つ一つの大会で一試合一試合とにかくもう全力でやろうと思ってやってましたね。そんな大事なこの大会の男子のトーナメント表から見ていきましょう。このようになっています。前回大会の王者瀬戸内や昨年度の選手権を制した広島南など全国常連校の活躍も楽しみなんですが、宗正さん、番狂わせをしてくれそうな注目校はありますか？注目のダークホースといえば、もうどこもでしょう。どこも、じゃあ全試合可能性があると思いますよ。注目して見ていかないといけないですね。じゃあ続いては女子のトーナメント表を見ていきましょう。注目校はやっぱり AICJ と、文教でしょうけど、でもここもあれですね、わからないですね。全校ここにもチャンスがあるということじゃないですかね。優勝常連校以外にも期待したいですね。第76回広島県高等学校総合体育大会サッカーの部は男女ともに5月27日に開幕します。決勝戦はご覧の日程で開催予定となっています。選手たちの熱戦に注目です。それでは今回放送するラインナップです。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンはインターハイ県大会に向けて練習に励む広島桜ヶ丘高校サッカー部です。サッカーをこよなく愛する人に宗正さんがお話を聞く宗座トーク。ゲストは日本女子サッカーリーグの奥田康久さんです。その他広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずは県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は広島市東区にある広島桜ヶ丘高校サッカー部を紹介します。創部7年目を迎えた広島桜ヶ丘高校サッカー部には選手66人とマネージャー5人が所属。2年前にサッカー部を強化クラブに指定し指導陣を一新するなどチームの育成に力を注いだ。全員攻撃全員守備のスタイルを貫き強化クラブに指定された翌年には県新人大会でベスト16まで駆け上がる飛躍を見せた。そして今年クラブ創設以来初となる高校総体地区予選を突破し県総体への出場を決めた。チームができてまだ7年目、強化して3年目となってます。なので、オフ・ザ・ピッチもしくは学校生活を意識して、応援してもらえるように、また見に来た人たちがまた見たいなって思ってもらえるような、プレー、声かけを大事にしてます。今年の選手の特徴は個性的な選手が多くて、3年間自分の武器を磨いて、ドリブルだったりパスだったり、ヘディング強い選手、それぞれが合わさって、強みとなってます。背番号31番ボランチの水原敦です。僕の得意なプレーはボールをさばくことです。僕にとってサッカーとは人を楽しませることができるスポーツだと思っています。今後の目標は新人戦でベスト16に行けたのでインターハイ選手権ではそれ以上の結果を出せるように頑張りたいと思っています。背番号25番ミッドフィルダー加納セイルです。僕の得意なプレーは前線へのハイプレスです。僕にとってサッカーとは
人に勇気を与えるスポーツだと思います。今後の目標は新人戦ではベスト16だったので、インターハイではベスト8を目標にしていこうと思います。背番号22番センターバック古本拓磨です。僕の得意なプレーは両足で蹴れるピンポイントなロングフィードです。僕にとってサッカーとは自分のことを一番楽しませてくれることです。今後の目標は新人戦ではベスト16にということを達成したので、それ以上の成績を残せるように頑張っていきたいです。背番号16番ゴールキーパーの西坂かなたです。僕の得意なプレーはバンドキックです。僕にとってサッカーとは、技術を向上させるだけじゃなく、人間性も含めて自分を成長させていけることができるスポーツだと思っています。今後の目標は新人戦では大量失点をして負けてしまったので、県総体ではチームを勝たせるゴールキーパーになりたいと思っています。背番号41番サイドバックの北田氷馬です。得意なプレーはファーストタッチとクロスです。僕にとってサッカーとはサッカーだけじゃなく、人間性を高めれるとこだと思っています。今後の目標は自分が得意なプレーを試合で発揮し、試合に貢献していきたいです。背番号20番センターバックの渡辺翔輝です。自分の得意なプレーはヘディングの競り合いで負けないことです。自分にとってサッカーとは唯一没頭できるスポーツです。今後の目標は練習でしてきたことをインターハイで発揮できるように頑張っていきたいです。背番号34番ディフェンダー米崎優です。僕の得意なプレーはロングスローとドリブルです。僕にとってのサッカーは、嫌なことを忘れて楽しめるスポーツです。今後の目標は桜ヶ丘初となるベスト8を取ることです。背番号59番ミッドフィルダーの坪岡差です。僕の得意なプレーはセカンドボールの回収です。僕にとってサッカーとは全力で楽しめるスポーツです。今後の目標はキャプテンのような全力でサッカーを楽しめる選手になることです。背番号70番フォワード正弘亮斗です。僕の得意なプレーはスピードを生かしたドリブルです。僕にとってサッカーとは小さい頃から楽しく一番没頭できるスポーツです。今後の目標は前回ベスト16という結果で終わってしまったので、今回の大会ではベスト8を目標にチームに貢献できるように頑張っていきたいと思っています。背番号47番フォワード北レンジャンカートです。僕の得意なプレーは嗅覚のあるドリブルです。僕にとってのサッカーとは仲間と絆を深め合う最高なスポーツです。今後の目標はインターハイでチームに貢献できるようなプレーをするのが目標です。背番号33フォワード田島壮太です。自分の得意なプレーはドリブルです。自分にとってサッカーとは成長です。今後の目標は1点でも多く取れるフォワードになることです。強化指導3年目、今年桜ヶ丘魂が躍動する。強化して3年目でもう予選突破、素晴らしいですね。ちなみに映像中に出てきたオフ・ザ・ピッチって何ですか？オフ・ザ・ピッチ、はい、やっぱりその礼儀とか挨拶とか、いろんなところやっぱりしっかりしてないと、ただサッカーだけうまければいいっていう問題じゃないですかね。やっぱり人間がしっかりしないとサッカーもうまくならないということだと思いますよ。見てる人がなんかこう応援したくなるチーム。そういうこともありますね。なるほど、深いですね。前迫監督率いる広島桜ヶ丘高校に今後も注目していきたいと思います。ミカサッカー。はい、宗正です。今日はスタジオ出ましてエディオンスタジアムに来てます。今日のゲストは、なでしこリーグ専務理事の奥田康久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なでしこリーグ、専務の奥田と申します。今日はよろしくお願いいたします。かなり前からもう日本協会で仕事されてますよね。もともと別の会社にいたんですけども、いわゆる2002年のワールドカップの前の準備として、ちょうど2000年にですね声がかかりまして、非常に迷ったんですけども、サッカー、特に日韓ワールドカップということがありましたので、そこで思い切って入ることにしました。もともとサッカーを好きだったんです。いえ、実はこれもまた私ずっと
野球が大好きで野球なんですか？もう野球でずっとジャイアンツを応援してました。でなんでサッカーの方へ変わったわけですか？これはですね、前職の時たまたまサッカーとご縁がありまして、今のお名前だとクラブワールドカップ、当時の名前ですとトヨタカップ、こちらをお手伝いすることがございまして、こちらヨーロッパのチャンピオン、そして南米のチャンピオン、そしてFIFA の方々をですね、日本で、私どもの方で対応するという仕事がありましたと、そういったことをきっかけにサッカーに非常に近づくような状況になりまして、興味が湧いてきたというそんな状況です。野球からサッカーに変わったわけですね。そうなんですか。でなんかこうワールドカップもあるから、ちょっとサッカーの世界に入ってみようかと。そうですね。ということで日本サッカー協会に入られたということですか。最初は秘書ですか？最初秘書の業務を中心に岡野修一郎さんの秘書として仕事をしておりまして、で2002年ワールドカップまでご一緒させていただきました。でそれからですね、川淵キャプテンが、会長になられて、出ました川淵キャプテン。でその頃は同じく秘書室の方で一緒にまたお仕事させていただいて、その後2006年にちょうどその時オシムさんが監督になられた時ですけども、その時に代表運営担当させていただいて、川淵キャプテンの後、犬飼会長が就任しました。その時にまた秘書室に戻ることになりまして、犬飼会長とですね、一緒に秘書業務をまたやらせていただいて、でその後小倉淳二会長、それから第2国谷会長と、続けて秘書室の方で対応させていただいたという。すごいですね。代々の会長にこう仕えてたということですか？今の田島会長とはどうなんですか？田島会長は当時専務理事をやってらっしゃったんですけど、その時までご一緒させていただきながら、じゃあもう奥田さんはあれですね、もう隅から隅までもう日本のサッカーのことに関してはご存知ということなんですね。どちらかというとピッチ外のところ、政治的なこととかそういったことはですね、十分に私としても理解しておりました。そうですか。じゃあ今までのそのサッカー協会の中で一番なんか思い出に残っていることって何ですか？サッカーに携わってて本当に良かったなと思った時、心のスイッチが本当にオンになった時なんですけど、これやっぱり2002年ワールドカップの初戦のベルギー戦ですね。0-1で負けてたんですけども、鈴木選手がつま先でゴールを決めた埼玉スタジアムで、あの時っていうのはやっぱりこうなんて言うんでしょう、こう今までに感じてこなかったような感情がね、金銭に触れたというか、やっぱり人生諦めちゃいけないなっていう、そういったなんかこう情熱とかこう思いとかやり遂げるなんていうか力というか、そういったものをこう感じることができて、そこで本当にサッカーの素晴らしさというのを感じることができました。じゃあそれが強烈に残ってるんですね。今でも残ってますね。そうですか。あともう一つだけありまして、これは2011年のなでしこジャパンの優勝です。まさかドイツ女子代表に勝つとは思わずにですね、そんなことを考えていなかったんですけども、どんどん勝ち上がって、あれよあれよという間に決勝に行きまして、現地会場にいたんですけども、やっぱ澤選手が最後同点のねゴール決めて、シュートはもう劇的であったですよね。それで PK で熊谷が最後決めて、もうこの時の感情っていうのはですね、本当に日本人であることの誇りとか、日本人の女性の素晴らしさっていうのを感じることができて、でその思いのまま帰国して結婚したという、そんな状況です。そこへ行きますか。やっぱり日本人の女性は素晴らしいと。それを見て結婚したくなったと。結婚しました。結婚させていただきました。すごいきっかけですね。でそういうことでサッカーずっとやってこられて、今あれじゃないですか、なでしこリーグの方に行かれてるわけですけれども、これはどんな感じですか、なでしこリーグの専務理事になられて。とにかくコロナで大変ではありましたけども、とにかく一つ言えることは、もうなでしこリーグっていうのは本当に素晴らしいと思いますね。そうですか。やはり1989年からこの日本女子サッカーリーグっていうのはあるんですけども、今年で34年目を迎えます。やはり長年のこの歴史で培ったもの、雰囲気、人、とにかく全てがですね、一つ一つ価値があるもので、一朝一夕にはできるものではないと
いうリーグだというふうに思います。だから WE リーグはできたけれども、それとは違った意味で、なでしこリーグも大事なリーグだと。そうですね、WE リーグができたというふうにおっしゃってもですね、これなでしこリーグがなかったら全くそういうことですね、できないという、これなでしこリーグで培ったものが初めて次のステップに進むことができて、今 WE リーグでようやく皆さんが活躍されているという状況だと思います。また通常であれば、当時簡単に言うと3部リーグになってましたから、そのなんですかね、ほとんどのチームがその一部で WE リーグに行き、2部もしくはチャレンジリーグという方々が今のなでしこリーグになったんですけども、それぞれがそれぞれの形でしっかり活躍されているというのは、やはりなでしこリーグで培ってきたものがあるんじゃないかと思います。そうですか。いわゆるプロリーグとアマチュアリーグという言葉ありますけども、新しいアマチュアリーグの価値を見出しながらですね、さらなる発展と、活躍をしながらですね、アマチュアリーグらしい、または新しいアマチュアリーグとして、価値を高めていきたいと思っています。いや、広島はね、アンジュビオで広島っていうのがあったんですけれども、残念ながらね、昨年解散になりました。で、現在はディアブロッソ広島が1チーム頑張っている状況なんですけれども、広島の女子サッカーに対して何かおっしゃりたいこととか、こういうなんか希望があるとか。広島というのは本当にサッカーどころというのが私の強い印象に持っています。でそういった中で女子のプロリーグができて、そして女子のアマチュアリーグが2つできて、サッカーというとなんか静岡というイメージがあるんですけども、どちらかというと広島がもう本当にサッカーのもう源になるんじゃないかと。御三家って言われてましたからね、静岡と埼玉と広島っていうことですね。あとやっぱり当時なんて言っても長沼さんの印象もすごく大きかったですし、広島ですね。やっぱり広島っていうのは日本をやっぱリードしていく、そういった都道府県でもあると思いますし、そういった人材を輩出するところでもあると思いますし、また実際そういう活躍をする県でもあると思うんですね。でこれからもやっぱりますますもっともっと素晴らしい選手、指導者、そういった方々を輩出していただいて、世界でも活躍をしていただきたいと。だからもう男子も女子もそういう形で頑張っていかなきゃいけないということで、今日は本当素敵なお話をお伺いできました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンドミカサ。続いては県内であった試合やイベントをお届けするミカサッカーニュースです。広島県の社会人大学生のサッカーチームの頂点を決める全広島サッカー選手権大会、その決勝戦が4月23日に行われ、 SRC 広島が福山シティ FC に PK 戦の末勝利し、王座奪還を果たしました。決勝戦にふさわしい一進一退の攻防でファンと選手が一体となった大会でしたが、今回はこの大会を裏で支えたボランティアスタッフの皆さんの活動に注目してみました。4月23日に行われた全広島サッカー選手権大会決勝戦。広島の社会人大学生チームのナンバーワンを決める戦いとあって、大会の運営も大掛かりなものになります。さまざまなセクションで人員が必要なため、毎年県内のサッカークラブなどがボランティアスタッフとして運営をサポートしています。今年は昨年に続きスポーツインストラクターなどを養成する広島リゾート&スポーツ専門学校の生徒がスタッフとして参加することになりました。やはり普段学校で学んでいることを実際の現場に出て、また新たに学べるっていうところはやっぱすごいいい機会だと思うので、これを機に
実際のスポーツ現場の空気感だったりだとか、あと選手たちがどんな動きしているのかとか、運営の方はどんな動きしているのか、どんな仕事があるのかっていうところをぜひ学んでもらえたらなと思ってます。専門学校の学生さんの方には、ボールパーソン単価、試合進行のアナウンス、表彰式の進行、または表彰者の補助ということで、手伝っていただきます。担当をね、割り振ろうと思ってます。そういうので、経過。これ終わった後ね。途中興味本位でやってみようかなって感じ。現場経験にもなるので参加してみました。試合がスムーズに進むように自信持って頑張りたいです。お客さんに伝わりやすいような声と聞きやすい声でしっかり自信持って頑張ります。一応なパイプにつけないで、そうそうそう。担架、怪我人が出た方のエリアの担架が入る。担架の乗せ方。誰かちょっと寝転んで。じゃあ軽いんで。担架ないけどね。担架を2人で持って入って、まず横に添える担架をね。で、乗せる。持ち上げるときどっちが先？頭側か。そう、頭。やったことあるよ。学校でいつも学んでることを現場に出て、実際現場に出てちゃんと発揮できているかっていうのを自分自身で確かめるためです。やっぱり現場での雰囲気とか皆さんの連携力とかがやっぱり一番学べそうですね。目立たない部分をなんていうんですか、必死にやるというか、仲間と協力し合って作業するっていうのは大事だと思うので、やっぱ将来につながるかなと思ってます。あとドクター来られてないから終わってるんですか？運営の方の動きとかがまだ全然今までやったことないんで、吸収できるところは吸収して、将来そのスポーツ関係に就いた時にその試合会場とかでちゃんと動けるようにしたいと思います。こういう裏方の仕事とかまだ全然わかんないんで、経験の一つとしてしときたいなみたいな感じで。天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会県代表決定戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。この試合の競技方法のご説明を申し上げます。試合時間は90分45分ハーフでございます。すごく緊張したんですけど練習通りにできたんで良かったです。ちょっと噛むかと思ったけど意外とちゃんとできたのでこれからも頑張ります。スタート OK じゃないでしょうか。はい。でもまだちょっとしかやってないのでこれから頑張ってほしいと思います。以上です。選手の皆さんは所定の位置に整列してください。続きまして、高橋さんの
朝杯が授与されます。来賓の方と関わってみて、配膳とかそういう言葉遣いとか待合室への入退室とかそういうのがまだまだ自分にはできてないところがあったので、そういうところをもっと勉強したいなと思いました。いろんな人と協力し合いながら今日の試合が成り立ったかなって思ってるので、この大会にちょっとでも関われたことは誇りというか良かったかなと思ってます。はい、今日のボランティアの皆さんはですね、非常に動きが速くて、こちらがお願いしたことに対して、嫌な顔一つせずですね、さっと動いてくれたんで、本当非常に助かりました。やっぱり今日何人か女の子も私のとこ来て喋ってくれたんですけど、サッカー知らんかったけど楽しかったと、こういうのがきっかけで一般の人にもサッカーの楽しさとかああいうのが伝わればいいかなっていうところはあります。イカサッカー。続いての話題です。広島のサッカーの原点と考えられている戦前のドイツ兵サッカーチームの貴重な写真が広島経済大学で5月8日に公開され、報告会が開かれました。報告会を開いたのは広島とドイツの交流史を研究している竹林教授のゼミの学生たちです。報告会には学生や県内のサッカー関係者などが多数出席しました。そして今回公開されたのが、広島経済大学の竹林教授が去年入手したというこちらの写真です。日本で不慮となったドイツ兵が広島の似島に収容される前に大阪で撮影されたものと見られています。この写真は他の写真と全く異なっています。白黒の制服の色は逆で帽子もかぶっています。ボールに注目してください。1916年日本という言葉が書かれています。他の写真では1916大阪と書かれています。日本のサッカーの原点と広島のサッカーの原点が同時に分かる一枚の写真で、日本の歴史っていうのは外から来る文化をいろいろ受けて改良していくっていうのがずっとこの国の中に住んでいる人たちの営みだから、まさにサッカーはそこを示しているのかなというふうに思います。この報告会は宗正さんも来賓として出席されてたんですよね。出席させていただきました。非常に勉強になりました。でそのドイツが広島に伝えてくれて、広島だけじゃないんですよね、日本全体にやっぱりそういう形で波及していって、本当にドイツと日本、広島もそうですけど日本も全体もやっぱりドイツとの関係の深いですよね。そうだったんですね。でサッカーも盛んなっていったじゃないですか。これでだんだん強化していって、例えば今日本は J リーグができて、で30年になりますけど、そういった中で指導者のシステムなんかもずっと構築していったんですけどね、それもドイツから来てるんですよ。そこもなんですか？今現会長の田島会長ですよね、がやっぱりドイツなんかに行っていろいろ研究されて、それを日本に持って帰ってきてそういうシステムを確立してですね、で優秀な指導者をどんどん作っていって、でそういう優秀な指導者が今の J リーグの監督になったり、日本代表の監督になったりして日本が強くなっていってるわけなんですよ。だからドイツとの関係が非常に深いんですよね。さあ宗正さん、そろそろ番組も終了に近づいてきましたがどうでした？今日2回目でしょ。前の反響ってどうでした？見てくださった方が、インスタグラムとかフォローしてくださってて、声がでかすぎるとかなかった？なかったですね。なかった？でも編集で綺麗になってたんだと思います。そう皆さんには届かない宗正さんにだけ届く声量があるかもしれないですね。でも反響も大きくて、じゃあ好印象だったということで、今後も皆さんにいろんなことを教えていただきながら作っていきたいなと思ってます、番組を。では恒例のポーズでさようならをしたいと思います。また次回お楽しみに。せーの、ミカサッカー、バイバーイ。